テキランドのジョンです。今回ナビ VS ミルズ MMG ですね。トライハードとかキングスマンがいるね、かなり強いクランですね。世界大会に出場して、その中でも上の方を目指せるようなメンバーとかね。レポティティブゲーミングでね、すごい主力として活躍してたティンパーとかがね、いるようなクランになります。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行ナビの方からピーカス、ルートライダーラッシュ、オーバーグロー1枚だけ入れた形。10日弊社を9時に置きながらスーパーバーバリアンキングと展開をして、間開けたんで、ここからルートライダー発進かな。9時の方、キングクイーン入れて、クイーンの方のルートも作りつつ、スーパーバーバリアンカット。この辺雑にね、作れるのいいですね。で、やや9時側とちょっと時間差かけてルートライダー展開、援軍出てきたところはキング。キングに対してトルネード。今のこのルートライダーラッシュってトルネードどういう目的で使うんだろうね。キングにストライカー当てたいところ、しっかり見えている。で、中央のところはオーバーグロー。で、テスラが出てきて、そこに対してロイヤルチャンピオンとルートライダー。ピーカスのね、ルートライダーは絶対にロイちゃんの盾にルートライダーがいるっていう。かなり多いですね、このパターンが。で、スーパーバーバリアン使ってサイドを削りつつ、上側の方にね、ロイヤルチャンピオン流れて、10日弊社の中身も。これは、場合によって中身も変わってくるかなっていうところなんですが、今回はスーパーガーゴイルがね、採用されて、ロイヤルチャンピオンにレイジを打ち続けてますが、ちょっとこれはルートが読みと外れたか、レイジの乗らないところに進んでしまいましたが、タウンホールまではこれは、ロイちゃんが簡単に突破、フリーズラスト。っていって間に合っていく。今のはちょっと投石の方フリーズでもよかったかもしんないんだけど、どっちにしろかな。マルチの被弾もかなり重かったですね。さあ、結構ギリギリの展開になってきました。クイーンはフローズンアロー型ですね。防衛説はこれで両方撃てる位置になったので、そうですね、上の金庫回収。タイム的にはちょっとね、遅い全開にはなっていったんですが、ユニットも消えちゃったしね。全開スタートです。さあ、ホーク。ルートライダーラッシュ。こちらも強いですね。4曲げの人ですね。さあ、ゴーレムキング。穴開け、10日弊社。JWC とかではね、一緒のクランでね、やってましたね。この人、日本クランにも少し馴染みのある方ですね。で、ジャンプをかけていきつつ、3時から本体。やっぱり今ヒーローの可動域を増やしてあげる。で、防衛配置的にはヒーローの可動域を狭くするっていう配置が多いので、狭くしたい防衛側に対して広くしたい攻撃側はジャンプを使っていくことで、アドバンテージを取っていくみたいな感じなんですけど、ジャンプ2枠をね、使わせ、強いは強いんだけど、使ってるっていう感覚もあるはあるんで、お互いにどうなんだろうね。これどっちの側となってんの？呪文2枠以上の仕事は攻撃側でできてるからね。でも、難しいね。そしたらジャンプ使わないでバックアド取られちゃうからね。対策しようと思ったら。結果、幅取られてもいいからジャンプは使わせて他で守るとかなのかな。どっちにしろなんかもう理論の段階で止めれる気がしてないんだよな。非常の空論の段階で一旦もう止まんないんだよな、この。ジャンプ使わない理論。もうそこまで言ってる時点で全開なんだよな。難しいね。ナイス展開。バーサス。そうなっちゃうと本当にもう、ナビのね、結論として出た IT 孤立型の、昔流行ったような、時間かけさせて、前回取られてもいいから時間かけさせるみたいなね、ああいうのはコンセプトとしてはすごいありなのかもしれない。てか、現代にあった配置なのかもしれないですね。その上で、ちょっと普通のあれにも強くして、強いああいうのが出てるのね、めっちゃ強いもんね。で、6時からルートライダーラッシュ、9時の方向へ10日弊社流し、キングにストライカー当ててって形ですね。援軍もかなり手前で当たるところなんですけど、キングロイちゃん、朗報を当てていきます。ここはで一気の透明。久々にこういう感じですね。全ヒーローぶち当てて、トーム入れていくみたいな。クイーンだけは外周ですけど。結構ね、今の環境だと、クイーンとロイヤルチャンピオンは別動体で動くことも多く、今のルートライダーシュは本当にね、この、オーバーグローしっかりね、呪文タワー発動させてから打つっていうのを徹底して、ほぼこのミスがないですね。
で、フリーズ、レイジ、ロイヤルチャンピオンパート。クイーンの方もね、ずっと流れてたところ、これは外周部しっかり進んでいきます。で、裏の施設をスーパーバーバリアンでカットでどんどん入れていくことで、内側にね、オーバーグローで隠された施設が、開けるタイミングで内側に戻れるようにしていくんですけど、ちょっとまだ、カットが足りてないので、キングとかここ、ね、外殴っちゃうんだけど、ここの外のカットができてるとスムーズにこの内側に戻っていくよって感じ。ちょっと裏側のスーパーバーバリアンが足りてなかったかな、今回は。で、タウンホール区画が残って、まあ、能力的にはキングだけ残ってる状況。ここでガントレット飛ばして、まあ、タウンホール残ってたところでもう呪文なくても全然こうして全開になっちゃうと、なんなら今これキングの能力も入れなかったね。ナチュア、ジャンプ、オーバーグロー型。2年前かなの世界大会とかでもね、出てた人ですね。まあ、復帰というか。しっかりバネトラップ機能していって、この隙にストライカーをロイちゃんに当てていきます。この間にしっかり処理。まあ、アイゴレにバネがかかった分、ストライカーにはかからなかったところ。で、12時に対してはキングロイちゃんなんですけど、キングじゃない、クイーンキングなんだけど、これはどうなんだちょっと、入り見てなかったからわかんないけど、上がちょっと見切れてなかったな。ロイちゃんミスはしたな。で、オーバーグロータウンホールへ。強化弊社パートにはバルキリーが出てますね。で、ジャンプなんだけど、これどうすんだこれ。クイーンとキング合流したらジャンプ打とうみたいな感じだったの。これ下にジャンプ打つんだね。ちょっと強化弊社パートの伸びを重く見積もりすぎてる感じもするんだけど、本来ならばキングクイーンが同じ動きをしてそこにジャンプ使いたかったかもしれないですね。そんなに有効的なジャンプにはなってないので、もしかしたら崩れてるところもあるかもしれない。あとレイジフリーズしっかりね、手元に残すっていう、まあ、定番のプレイング。オーバーグローで隠された施設に呪文を残してあげるっていうのは割と大事ですからね。まあ、なくてもさっきみたいに全開にはなるんだけど、まあ、あった方がよりベターという形で、ダウンホール終点気味になって、突破。まあ、ケアができなかった時星1になっちゃうっていうのもあるんでね。関係ないですが、全開です。さあ、カズマくん。強いね。早い。タイムは1分10秒ちょっとというところ。キング、クイーン、ロイヤルチャンピオン3ヒーロースタート。で、まあ、キングでできるだけ削りたいし、援軍もある程度触りたいですね。まあ、マルチ IT あるので、ストライカーも当てづらいところ、ここはもうもはや当てないという処理をして。で、もう上から、やっぱ時間も意識してテキパクやるためには、このタイミングでユニットを割いていくしかないですね。レイジターンに重ねるように攻撃側もレイジを置いて、下側クイーンクローク当てたい。いやー、クロークは押したけど、バルーンの落下とかもいろいろ入ってクイーンが落ちちゃいました。ここはコウモリパート下から来ました。マルチアーチャータワーさえ突破してしまえば範囲ダメージの防衛施設ないでしょっていうところ。で、なんか3時なんかものすごい初見殺しっぽい赤爆トルネードとテスラも固まってるっていうところ。いや、ナイスコウモリだな、これは。いいコウモリ採用。まあ、昔もね、タウンホールね、低い頃、ちょくちょくね、使われてましたね。ラバルコウモリという戦術。刺さるとマジで強いんだよね。それの上でタイムがいいタイムというのは非常にいいアタック。カズマくんやっぱプランニング強いね。ガーサス。さあ、トライハード。まあ対戦相手で一番有名な人かなと思います。ドラゴンラッシュですね。かなりドラゴン多めにロケバル置いて、キングからのクイーン展開スケルトン。で、ドラゴンパートスタートしていきます。手元に1体、回収サイドカットですね。で、12時はボマーで見ていくと、で、早めのトーム入れていって、キングがっつりここは、ガントレット飛ばしてモノリスの方向へ。まあ、安いじゃねえや、クランジョンは全くのね、真逆のサイドなので、ヒーローがどこまで伸びても OK というところ。で、中心部にしっかりドラゴン誘導。これ強いなで、フリーズ、レイジ、イーグル、シングルパート。クイーンの方も下まで伸びて。で、中心部はまあさすがにドラゴンたち、ポイズンとか受けてって感じなんだけど、そこまで折れれば十分っすね。てか、ボマが鬼のように強いな、これ。で、ロイヤルチャンピオン回収からルイちゃんぶつけつつ、スケルトンの呪文もターゲット。
まあもうようやく弾けてというところ、12時から10時まで穴が開きまくってますね。ルートライダーより穴開いてるよ。で、クイーンクロー、クロイちゃん能力。回収と、いい全開だ。トライハードもね、ちょっとカズマくんみたいな感じで、配置に対していろんな柔らかいプランニングさすのが強いよね。さあ、ガクも開始でドラゴン編成。ロケバル。なんか対策陣みたいな配置きます。クイーン12時、ロケバルサイドカット。なるほど。なんか昔ながらっぽい感じだな、これ。昔ならこれ、インドラスケルトンとかでね、この面をよく取ってるみたいな感じだけど、まあマルチ IT なので通常ドラゴンって感じかな。タウンホールに向けて突撃艦レッツゴー。懐かしいな、この入りって感じがするが。よくやってたよね、みんな。で、タウンホールの方にはしっかりトルネードがあると。この時と同じようなとこね。ゴーレムロイちゃんを3時、ロイちゃんにぶつけていく。対地クロスのタゲも2本取れるっていうところで、これ採用ですね。で、時間差キング、ウォールブレーカー。こっちもストライカー入れたいんだけど、マルチアーチャーターからね、打たれない位置にストライカー当てたい。ここは打たれちゃう。ちょっと3時側に寄せた方が良かったかな。で、まあ、キングはキングで十分強いので、まあ、へし寄って、この辺一気に飛ばしてくれる。ロイちゃんが援軍釣っていって、モノリスが残ってるので、そこがちょっと気になるところ。あと、バルーンが手元に2体残ってますね。アイゴレに捕まる前にロイヤルチャンピオンね、能力中に逃げまして、あとはモノリスが残ってて、ロイヤルチャンピオンこれ見つかっちゃった。フォックスも死んでるので、まあ、アイゴレ1体と、強化交換。あとはみんな内側へ戻ってほしいところ。防衛軍がクイーンに釣られて、3時に寄ったので、これ裏から来たバルーンがタゲ取りつつ、ドラゴンがモノリス触れるようになったので、このまま突破ですね。ナイス。ドラゴンもちょくちょく見るようになりましたね。スピード勝負で、ルートライダーがまあもちろん一強なのはあるんだけど、対抗のユニットがね、少しずつね、いろんなユニット、増えたってほどではないけど、一時よりは増えたからね。まあ、配置がルートライダー特化した配置にドラゴンが刺さりやすいっていう、まあ仕様の理由はね、当然あるんですけど、てか、基本はやっぱね、このゲームもともとは配置の弱点をつきたいゲームではあるのでね、クラクラというゲームは本来そうなので、できれば、そういうなんか配置によってユニットも変えていきたいところですが、さあ、ジャンプキング、これはいろんなところからのターゲットを受けてますが、オーバーグローかけてあげて、サポートも入れて、さあ、クイーンの方もキングに後ろからついて、キングライティもロイちゃんと一緒に処理をしていく。3人ヒーローがアイゴレに向かっていったが、先に処理がされている。どうでしょうね。スーパーバーバリアンもう手元に2体しかいない。外周部のカットが間に合ってない。これだいぶ外広がるけど、クイーンが内が入っちゃうかな、これ。どうだろう。クイーンクローク、ヒーラー生み出し、ロイヤルチャンピオン、爆速3時の方向へ。クイーンも流れて、まあ真ん中には戻れないような、ね、少し時間がかかるような感じなんですけど、まあこれもやっぱりレイジフリーズを手元に残しているというところ、ペッカの方にレイジを置きつつ、後ろから来たユニットにもレイジに乗って、まあタウンホールは避けて進むけど、タウンホール残っただけじゃ無理でしたね。さあ、早くもラストアタック、星3、バルキリーの方が多いですね、ルートライダーよりも。ファイヤーボールかな、これは。ですね。ウェイク4発はなんだ、穴開けとかも絡めてってことですかね。リング前来そうすぎるな、これ。予想。AT 対空隠し隠し。いやでも、マルチ IT 刺さんないか、これ。違いました。ヒーラーもないんで。なるほど。クロスとかに打つのかな。クウェイクらしいのファイ、なるほどね。クエイククイック、そこに打って真ん中飛ばしていく。ツイン用。で、ジャイアントアローで落としていく。強いな。で、反対サイド、強化弊社を置いていきます。ちょっとボールブレーカーミスっちゃったかな。キングのための穴開けが、そうだね。強化弊社からのジャイアント出そうと思ったんだけど、ミスってボールブレーカー出しちゃいましたね。なので、キングパートの穴開けができてないっていうところですね。
で、12時ロイちゃん、裏からここも、スーパーバーバリアンプラスルートライダー手元に残してた1体とか、で、キングの方がようやく穴開けが終わりまして、内が入っていくんですけど、まあ、ガントレットがやっぱ強いですね。うん。で、3時の方向も、10日弊社プラス。ユニットだけで3時を、2時が突破できてるってことだもんね。ロイちゃんキング、クイーン、誰も関与しない区画。余裕で突破。10日弊社は使われてるけど。いやー、これも強いなー。このファイヤーボール強いなー。ガーサス。対戦相手ラストアタックティンパー、61点差ラバル。デポティッドゲーミングの時はね、全開率、タウンホール15の段階でなんか、世界2位とかだったかな ?1 位が P カス、2位がティンパーみたいな。だよね。で、テスラが生えたのでバルーンを使いつつ、キングを12時に入れたいんだけど、火力が思ったよりも高かった。対策もされているというところで、止まると熱いんだが、なんかいけちゃいそうだな。マルチアーチャーターンまでをプランとして見てたと思うんですけど、ここまでは折れそうかな。先に折られる？折られてる。ウォーミングが外がすごい。ヘイストバルーン。ここはまずボーデン使いたくないというとこね。ロイヤルチャンピオンで、本体ラバルが6時から本命ですね。これが。一気のトームをかけていきます。あ、トルネードヒット。これはやばいな。トラップちゃんと機能するかな。どうだろう。なんかあれ。タウンまで届かない。なんかあれ。なんもない。届いていく。だけど3時ラバルとクイーンパーと落ちて、ロイヤルチャンピオンはキングに捕まってるところ、あんまり良くはないですね。裏からバルーンを使っていって、結構大事な防衛説が軒並み残っている。さあ、ロイヤルチャンピオンはここで能力解放でシングル IT かわしいの。まあ、ヘイスト強いね。シングルからターゲっていく。で、フォックスもまだ残ってるんで、これロイちゃん消えていく。ちょっとフリーズとフォックスのタイミングっていうのがさっきから被っちゃってるのがもったいないですね。1個前の段階でも被って打ってたんで。さあ、これは前回までは持っていかれましたが、時間としては結構かかったところ、ナイス全開ではありますが、まあ3時とかね、その辺を基軸としたラバルがちょっと重かったのかな。はい、というわけでね、終わりまして15対15ということでね、さすがにレベルの高い試合になりましたね。お互いにパーフェクト全開。タイムの方は1分28対1分30という、31ということでね、ラストアタックがもうちょっと早かったらなんかワンチャン負けるぐらいの、最後のお互いのアタックで勝敗ひっくり返ったんじゃないかなって感覚ですね。ホッサンのアタックはそこそこ早かった。で、相手のアタックがそんなに早くなかったっていうところで、まあ、それによって救われた勝利かなと思います。相手も強いっていうところで、見応えはありましたね。やっぱりね、ナビのアタックだけじゃなくて、相手のアタックでもね、知ってる人とかね、面白いアタックが飛び出すと面白いですもんね、対戦として。まあ、お互いルートライダーダッシュだったとしてもね、質の高いアタックとか、たまにね、まあ、ドラゴンですけど、ルートライダー以外のレベルの高いアタック。まあ、ルートライダーもレベル高いんですけど、そういうアタックが見れると面白いかなというところ。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。またね、ご視聴